皆さんこんにちは、あずきニットです。今回はこのような可愛いベストを編んでみました。どうぞよろしくお願いします。今回のベストは肩から編むトップダウンの形で編んでいます。脇カーブもなくまっすぐ編んでいってます。裾はこのような作りになってます。よかったらチャレンジしてみてください。それではスタートします。今回使う糸なんですけれど、100円ショップで購入した糸になります。きらめきコットンという糸です。綿が 95%、ポリエステルが 5%、1玉 20g、糸の長さは48メートルの糸になります。3.5 ミリの6号針を使って作り目の方は編んでいこうかなと思います。本体の方は3ミリの5号針を使って編んでいこうかなと思ってます。とじ針使いますのでご準備なさってください。では作っていきます。編み始めは糸端からメジャーで測っていただいて、ここで100センチです。はい、100センチの2倍までは必要ないんですけれど、念のためにね、2倍くらい用意してもいいんじゃないかなと思います。ここでちょうどね、200センチになります。ちょっと試して編んでみたんですけど、200センチはいらなかったんですよね。もうね、ちょっと皆さんね、手加減私と違うかもしれないので、一応200センチのところから編み始めるといいんじゃないかなと思います。200センチのところを見つけましたら、こちらにスタンバイします。そして6号針を使って後ろから糸に添えます。くるっと回し、糸を引き抜きます。はい、ここからスタートします。で、糸玉の方こちらに置いて、糸端の方こちらに置きましたら、糸端の方の糸を手前から向こうにかけます。かけ方がこうじゃなくて、こういう風に手前からかけます。はい。糸玉の方で編んでいきます。はい。で、ここが最初の1目目になります。印を入れておこうと思います。はい。印を入れました。ここが1目目になります。今回のこちらの模様は8目1模様プラス1目で構成されてます。12模様編もうと思ってますので、8目 ×12。1目プラスして全部で97目の作り目を作っていこうと思います。はい、でここが1目目になります。でこのまままた手前の方の糸端の目を手前からかけて、そして糸玉の方の糸で編みます。これが2目目になります。で続けて繰り返していきます。3目4目5目6目95、96、97目、これで97目目になります。糸端の方ですね、これだけ余りましたので、糸もね同じで、私と同じ手加減の方でしたら200センチ準備しましたけれど、150センチぐらい、避けておけば大丈夫なんじゃないかなと。150センチ避けておいてもこんだけ余りますのでね、よかったら参考にしてみてくださいね。はい、私はこの辺でカットしておきます。はい、糸をカットしました。はい、でスレッドコードの作り目を97目編んできましたら、針の方を変えます。はい、ここで作り目が終わったら、本体を編むときは5号針、3ミリの5号針で編むことにします。今度はですね、こちらの糸は使いません。でこちらの
糸玉の方の糸で編んでいきます。一目立ち上がりましたら細編み編みます。細編みを編む位置は今糸を出してきたここです。ここに針を入れます。はいね、このように入れたら一目細編みを編みます。はい、編んだらここがね編み始めですので印を入れておきますね。2目鎖目を編みます。はい、今編んだ細編みの隣から123個飛ばして4つ目に長編みを編みます。ここです。で1目鎖目を編んだらもう一度同じところに長編みを編みます。鎖1目を編みます。またもう一度同じところに長編みを編みます。また同じです。長編みが4本揃うまで編んできました。1,2,3,4本長編みが4本揃うまで編んできました。2つ鎖目を編みます。2目鎖目を編んだらまた3つ飛ばします。今入れて編んでたのがここの隣から数えて1,2,3ここに向かって細編みを編みます。はい、2目鎖目を編んでからまた3つ飛ばします。1,2,3個飛ばして4つ目に長編みを編みます。1目鎖目を編んで長編みを編みます。1目鎖目を編んで長編みです。長編みが4本揃うまで編んでいきます。はい、4本できました。はい、4本できましたら鎖を2目編みます。そして3個飛ばして4つ目に細編みを編みます。はい、1段目はこのような模様を編んでいきます。繰り返して編んでいきますよ。まず2目鎖目を編み3つ飛ばしたところに長編みです。鎖を編んで同じところに長編みを編みます。鎖を1目編んで同じところに長編みを編みます。1、2、3個飛ばしたところに細編みです。2つ編んで1、2、3個飛ばした4個目に長編みです。1目編んでこのような模様を繰り返し編んでいきます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12模様目になります。2目編んでから3つ飛ばしたところに長編みを編みます。鎖を1目編んで
長編み、鎖を1目編んで長編み、鎖を1目編んで長編みです。2目鎖目を編みましたら、ちょうどね印の入っているここです。3目飛ばしたらちょうどここに来ますので、ここに細編みを編みます。ね、はい、12模様を編めましたら、鎖目を4目編みます。1、2、3、4目編みます。返します。はい、鎖を4目編みました。ここの長編みの頭に向かって代わり中長玉編みを編んでいきます。糸をかけて未完成の中長編みを3回編みます。はい、そして糸をかけて引き1個手前で引き出します。その後また糸をかけて出します。はい、代わり中長玉編みになります。この後鎖を2目編みます。で、次の長編みの頭に細編みを編みます。長編みと長編みの間の中心部分にも細編みを編みます。長編みの頭にも細編みを編みます。ね、細編みが3回続きました。この後はまた鎖を2目編みます。そして先ほどのこの編み方、代わり中長玉編みを編みます。糸をかけて未完成の中長編みを3回編みます。はい、糸をかけて引き出す時に全部じゃなくて1個前で引き出します。そしてさらに糸をかけて引き出します。はい、代わり中長玉編みができました。この後は1目鎖目を編みます。はい、ここまでが1模様になります。また隣に行きます。代わり中長玉編みを編みます。未完成の中長編みを3回編んだら、糸を1個手前から引き出して全部取ります。そして2目鎖目を編みましたら、細編みを1、2、3回編みます。細編みを長編みの頭に1回と長編みと長編みの間に1回、そして長編みの頭に一度細編みを編みます。はい、3回細編みが編めましたら、2目鎖目を編みます。そして同じここに向かって未完成の中長編みを3回編みます。はい、糸をかけて引くときに全部じゃなくて1本手前で出します。そしてまたかけて出します。はい、このような編み方を考えてきました。前にね、丸ヨークカーディガン編んだ方いらっしゃったら、同じ模様をアレンジしてこれから編んでいくので、前やった方もいらっしゃるかもしれません。1目鎖目を編んだら、こちらに向かって代わり中長玉編みです。はい、今回はね、この模様を使って編んでいこうかなと思います。
変わり中長玉編みです。2目鎖目を編んで細編みです。また細編み。細編みは3回続きます。鎖を2目編んだら変わり中長玉編みです。はい、鎖を1目するのを忘れないようにしてくださいね。はい、こんな模様になっていきます。はい、このような模様を繰り返し編んでいき、12模様作っていきますよ。はい、12個の模様分を編んできました。最後のところは変わり中長玉編みを編みました後に長々編みを編むことにしましたよ。ここに向かって長々編みです。はい、これで2段目ができました。3段目に行きます。まず立ち上がり鎖を3目編みます。はい、裏側に返します。ここに足元に長編みを編みます。編みましたら1目鎖目を編んで、もう一度同じところに長編みを編みます。はい、この作品の表側はこっちを表にしようと思ってます。はい、印を入れときました。はい、ですのでこっちは裏側になります。はい。で今は、鎖を3目編んで長編みを編んで鎖を1目編んで長編みを編みました。2つ鎖を編んだらこの真ん中の細編みのところに細編みです。でその後は2つ鎖目を編んで、そしてこちらの部分、この空いているここのね鎖編んだところ、ここに向かって何も目を割ったりしないでもう即に長編みを編みます。1目編んでからまた即に編みくるむように長編みを編みます。長編みは全部で4本になるまで繰り返し鎖と交互に編んでいきます。はい、長編みが4本になりました。はい、長編みが4つ編みましたら鎖を2目編んで、そして前段の細編みの真ん中のところに細編みを編みます。はい、この段はこのようにして編んでいくことにしましたよ。鎖を2目編んでからまたこちらの部分に長編みを編みます。編んだら鎖1目、そしてまた長編みです。鎖を1目編みます。長編みを編みます。鎖を1目編みます。長編みを編みます。2目鎖目を編んだら真ん中のところに細編みを編みますよ。はい、3段目はこのような編み方を繰り返し編んでいこうと思います。3段目の最後のところに来ました。細編みを真ん中の細編みに細編みを1つ編んだところです。鎖を2目編みます。玉編みの横の鎖4目目のところ、この一番上の鎖目のところに向かって長編みを編みます。編んだら1つ鎖をしてもう一度同じところに編みます。はい、最後はそのまま鎖もせずに長編みです。
はい、これで3段目が出来上がりました。はい、4段目に行きます。鎖を1目編みます。表側に返します。足元に細編みを編みます。もう1目隣に細編みを編みます。ここが編み始め部分なので印を入れときますね。4段目の編み始めはここになります。細編みを2目編んできました。そうしましたら2つ鎖目を編んで、代わり中長玉編みをここに編みます。未完成の中長編みを3回編みます。そして1個手前で引き出してさらに糸を引きます。はい、中長編み3目の代わり玉編み目ができました。この後は1目鎖目を編みます。はい、またこちらに中長編み3目の代わり玉編み目を編みます。未完成の中長編みを3回編んだら1個手前で引き出しかけて全部引きました。はい、で鎖を2目編んで細編みです。細編みは3回です。2段目とほぼ同じ編み方が続きます。2つ鎖目が編んで、こちらに代わり中長玉編みです。終わったら1目鎖です。2段目と同じような方法で編めます。はい、このような感じで半分ずつずれていく感じですね。2段目と4段目は半分ずつずれていく感じで、編み方としてはほぼ一緒になります。繰り返し編んでいきます。4段目の最後のところに来ました。2目鎖目を編みましたら細編みです。はい、で最後の細編みはこの鎖の3目目のここを割って細編みです。それでは次5段目いきます。立ち上がり1目を編みましたら最初の目は細編みです。ね、こちら側が裏側になります。2目鎖目を編みましたらこの中に長編みを編みます。1目鎖目を編んで長編みです。また1目鎖目を編んで長編み、そしてまた1目鎖目を編んで長編みです。終わったら鎖を2目編みまして、こちらの真ん中のところに細編みです。こんな感じで編んできました。5段目最後のところになります。2目鎖目を編みます。そして端っこのところに
このちょうど印が入っているところです。ここに細編みを編みます。はい、これで5段目ができました。はい、6段目はこの2段目と同じ編み方になります。まず立ち上がり4目を編みます。そして表側に返します。すぐここに変わり中長玉編みを編みます。2目鎖です。細編みが3目でしたね。こんな感じで4段1模様の模様が続いていきます。このように繰り返し編んでいきます。今までの編み方を繰り返して4段1模様の模様をずっと編んでいきます。はい、編んできました。97目の作り目をしまして5号針で編んできました。4段1模様の模様を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12模様を編んできました。ここの段のこの印の前の段までで48段目になります。さらに1段多く編んでます。今は49段目を編んだところになります。現在糸の方はですね、7玉目に入るところになりますよ。何かの参考になさってくださいね。はい。で、現在の幅の方ですね、47センチ。現在47センチありますので、もし2模様、右と左で1模様ずつ増やすことになるとすると、だいたい47プラス8センチで、1、2、3、4、5、6、7、8センチで55センチは出るんじゃないかなと思います。ですので、もしね、左右で1模様ずつ増やす方は、全部でスタートの段階では113目が必要になります。どちらでも構いません。糸が違う方、もっと太い糸で編む方は逆に8目1模様の模様を左右で1個ずつ減らしたりして、そして調整なさってまっすぐ編んでみてください。はい、それではこの後糸がいのところに入ってきます。ガーッといきますね。はい、でここの段階でちょっと安全ピンつけたんですけど、この段階で糸がえになります。糸がえするときなんですけれど、最後のここね、今細編み編むところに来ましたね。ここのところ4段1模様の1段目を編んできたところの最後になります。ここで糸がえをするとなると、ここで針を入れて、そして引っ張ってストップしましたら、こちら側が裏側になりますので、糸は手前にかけることにしました。これね、皆さんお好きなようにしてくださいね。私は糸を手前にかけてから引き出すことにしましたよ。はい。そうしましたら次の段に行きたいと思います。次の段は50段目になります。50段目に行きますよ。はい。で50段目、まず立ち上がり1、2、3、4目鎖目を編みました。50段目いきます。はい、糸をかけて変わり中長玉編みを編みます。糸をかけて引っ張ってストップを3回して、そして糸を手前までで引き出し、さらに糸をかけて引きます。これがジャパニーズの変わり中長玉編みになります。はい。でこの後は鎖を2つ編みまして、この長編み4本ある長編みのうちの2本目の長編みのところに細編みを編みます。はい、細編みを編みましたら、隣にも細編み、この隣にも細編みと、細編みは3目続いて編みました。鎖を2目編んで、そして最後の長編みのところに変
変わり中長玉編みを編んでます。編み方はね、最初の時と全然変わってません。同じ編み方が続いてきてますので、不安な方はね、最初のところのね、編み方の方を何度かご覧になって繰り返し同じように編んでみてください。はい。ではね、この後1目鎖目を編んでからこちらの方に変わり中長玉編みを編みます。編んだら鎖を2つ編んで細編みです。細編みは3回続きます。その後は鎖を2目編んで、また変わり中長玉編みを編みます。編んだら鎖を1目編むのを忘れないようにしてください。はい、こんな感じでこの編み方を続けて編んでいきます。で、今の段階で縦の方の長さがですね、今50段目を編んでるとこなんですけど、縦の長さが現段階では43センチちょっと、43センチちょっとになってます。はい。ですからね、長いのお好きな方はもっともっとね、ずっと模様を編んでいってくださって大丈夫ですし、短いのが好きな方はそろそろやめたいなと思う方は、このね、今編んだ49段目で編んだこの模様のところで終えて、その後縁編みにしようかなと思ってますので、もしね、もういいんだけどっていう方いたら、もうこの49段目のところでちょっとやめて待機しててください。私はちょっとね、もうちょっと長さ編んでみようかなと思います。はい、それでは飛ばします。53段まで編んできました。私はこの段でやめようかなと思います。測っていきますと、だいたい44センチあります。ですから皆さんもっと長さ欲しい方はこの後も編んでみてください。編み終わりがここにあります。まっすぐ降りてきます。まっすぐまっすぐ。はい。まっすぐ降りてきたらこちらの端っこ、ここからスタートになります。今裏側を見てます。裏側から編んで表に返す感じになります。ですからここから始まりです。始まりの目はここになります。はい。はい。始まりの目はここになります。この目から数えると分かりやすいです。この集中して長編みが入っている目の隣3目を飛ばします。でその次、ここです。はい、入れたら先ほどカットした残り糸、こちら残り糸を使って引き出します。はい、引き出したら立ち上がり1目編んで細編みを編みます。はい、編みましたら2つ鎖を編んで同じ模様です。後ろ身ごろで編んだ時の最後と同じ方法で鎖を4目編みます。で、4目編んだら表側に返します。表側に返しましたら続けて模様編みをしていきます。今までと同じ編み方でしばらく往復で編んでいきます。最後もいつもと同じように長々編みを編みます。立ち上がりを3目編んで裏側に返します。後ろ身ごろの時と同じ編み方をしてます。3目編んだら
長編みです。長編みを編んだら鎖1目、また長編みです。そして2目鎖目を編んでから細編み1つ、鎖2目を編みましたら細編み3目の真ん中の細編みに向かって1個だけ細編みを編みます。そして2目鎖目を編んでから最後の鎖の4目目の一番端っこ、変わり玉編み目の隣の目に長編みを編みます。編んだら1つ鎖をして長編みを2本編みますよ。はい、終わったら立ち上がり1目編んで表側に返します。はい、こっちが表です。足元に細編みを編みます。隣にも細編みを編みます。編んだら2つ鎖目を編んでからここに向かって代わり中長玉編みを編みます。1、2、3個。そして1つ鎖目を編んでから今度こっちに向かって代わり中長玉編みです。1、2、3、鎖を2目編んだら細編みを3回編みます。はい、肩のところの長さはだいたい12センチぐらいにしました。往復編みしていきます。2つ鎖を編んで代わり中長玉編みを編みます。細編み、最後も細編みを編みます。はい、これで1、2、3、4段目が終わりました。今度は5段目になります。立ち上がり編んで裏細編みを編みます。はい、裏側にしました。細編みを編みました。鎖を2目編んでからここに向かって長編み、鎖1つ、長編みが4本になるまで編んでいきます。編みましたら鎖を2つ編んで真ん中に細編みです。はい、こんな感じで続けて編んでいきます。1、2、3、4目。4目編んだら表側に繰り返します。同じ編み方を編んでますよ。後ろ身ごろの時と同じ編み方を編んでます。3模様に減ってるだけです。編み方は同じです。はい、こんな感じで編んでいきます。7段目の最初になります。立ち上がりを3目編みます。編みましたら裏側に返しまして足元に長編みを編みます。長編みを編みましたら鎖を1目編んでまた同じところに長編みを編みます。2目鎖目を編みます。そしてこの真ん中のところに細編みです。今までと編み方は一緒になります。側に長編み、鎖1目と長編みを交互に編んでいき、長編みが4本になるまで続けていきます。はい、長編みが4本揃いました。鎖を2目編みます。真ん中に細編みです。鎖を2目編みます。同じです。長編みが4本になるまで鎖1目と長編みを交互に編んでいきます。
つ鎖目を編みます。そしてこちらにいつもでしたらここにね長編みを編んで、そして鎖を編んで、長編みを編んだらすぐ長編みなんですけれど、ここから増やし目をしていきたいと思います。7段目からカーブの最初に入りますよ。鎖1目と長編みを編みます。鎖1目と長編みを編むことでカーブの始まりの増し目が出来上がりました。はい、この後1目立ち上がります。8段目です。1目立ち上がって表側に返します。細編みをします。隣にも細編みをします。また隣にも細編みをします。2つ鎖目を編んで、変わり中長玉編みを編みます。鎖1目を編んで、変わり中長玉編みを編みます。2つ鎖目を編んで、細編みを3回編みます。ここからもね、今までと同じ編み方ですのでね、わかる方は飛ばしてくださいね。はい、こんな感じで、こちらはね、増やし目ありませんので、今までと同じ編み方で編んでいきます。目の最後はいつもと同じです。鎖を2目編んで、こちらに細編みを編みましたら、隣にも細編みです。はい、次は9段目に行きます。9段目は1目立ち上がって裏に返して足元に細編みを編みます。9段目を編んでいます。細編みを編みましたら、鎖を2目編んで、今までと同じように長編みが4本になるまで鎖目と長編みを交互に繰り返していきます。はい、ここまで来ました。今は9段目を編んでいます。鎖を2目編んで、真ん中に細編み3つの真ん中に細編みを編みます。編みましたら鎖を5目編みます。はい、そして最後のこの細編みのところに長々編みを編みます。1、2回かけて長々編みです。1回、2回、3回。はい、これでまた少しカーブができてきましたよ。はい。はい。それではこのまんま9段目の続きになります。9段目の続きなんですね。鎖目を4目編みます。1、2、3。そして3目目のところにちょっと印を入れておきます。そしてもう一目鎖目を編みます。はい、編みましたら表側に返します。表側に返すんですけれど、ここまだ9段目の続きを編んでることになりますよ。はい、ここの付け根に向かって長編みを編みます。
鎖を1つ編みます。また長編みを編みます。また鎖を1つ編んだら、ここから鎖3つ目のところに引き抜きます。ここですね。引き抜くことにしました。はい。ここで糸を切りたいと思います。カットします。とじ針でここ引き抜いたりする方が美しいかもしれません。このままヒューってすると簡単にできるんですけど、例えばですね、最後のここに引き抜きますよっていう時に、この長編み編んで鎖1目編んだら、このまんま抜いて、はい、とじ針に通してしまって、そしてこの123 4目目のここです。ここに向かって針を入れて、そして戻ってくるという方が、お好きな方はこれでいいと思います。これでね、この段がね、こんな感じになっていくところなんですね。この状態で糸はとじ針に通して糸始末しとくといいかなと思います。私はここで糸始末しちゃいます。で、ここに今度また糸をつけます。ここリングの入ってるこのマーカーが入ってるところに向かって針を入れます。この目、はい、入れましたら、ここから鎖を1、2、3、4、5目編んだところにまた印を入れておきます。その後もう1目を編んだら、マーカー入れたところの隣の目を飛ばして、この隣の裏山に中長編みを編みます。糸をかけて入れて引っ張ってストップ、全部取ります。はい、中長編みを編みました。鎖目を編んで、ここの付け根、ここに向かって代わり中長玉編みを編みます。糸をかけて入れて引っ張ってストップ、糸をかけて入れて引っ張ってストップ、糸をかけて入れて引っ張ってストップをし、中長編みの代わり玉編み目を編みました。2つ鎖目を編んで細編み、また隣の目に細編み、また隣の目に細編みです。はい、はい、こんな感じでカーブがかなりできてきています。はい、糸始末もできました。カーブも途中まで編めました。はい、では続き、今はですね、10段目を編んでいます。この模様の続きはいつもと同じです。鎖を2目編んで、またここに代わり中長玉編みです。一つ編んだら隣に、もうこの辺はね、今までと一緒ですから大丈夫かなと思います。はい、
んな感じで、はい、続けて編んでいきます。10段目最後のところに来ました。で、最後のところは長編みです。糸を2回かけて引き出して2ループずつ取っていきます。はい、こんな風にして10段目が出来上がりました。それでですね、この11段目に行くのですけれど、11段目に行く時にはこちら右側の方もねできてないと編むことができません。ですのでここで一旦11段目に行く前に10段目で一度ストップしておきます。はい、10段目はこんな風に編めましたよ。はい。で、今は表側を見て編んできたところです。表か裏かっていうのはね、玉編みを編んでいる段が編んでる時に表面がこっちにあるっていうことになります。はい。それではですね、このまんまこちらに向かっていきますと、表から見ると1、2、3個目のこちらにマーカーで印を入れておきました。ここにですね、糸をつけて立ち上がりたいと思います。はい。ここに同じように糸をつけて立ち上がって、はい。ちょっとね、後ろ側に糸出てますのでね、こっち表ですから、このまま一目だけ立ち上がったら裏に返します。よいしょ。足元に細編みを編みます。細編みです。はい、ここが編み始めのところになります。ご紹介の途中ですが、この続きの編み方は次回の後編でお伝えしたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回をお楽しみに。あずきニットでした。